ピンチになってるな。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今ちょうど11時になりまして、もう異常にシグナルが鳴っております。で、しかも、これ、ちょっと今日は大丈夫なんでしょうか。いろいろ設定をしている関係で、しめじさんよろしくお願いします。あれ、俺の方でなんかまだ出てきてないな。これで出てきてるのか。しめじー、こんばんは。よろしくお願いします。しめじさん、最初にごめんなさい。これ、見つけれました？ライブ。すごく変化させてるので、なんて言ったらいいんでしょう。YouTube ライブが、この木曜日の生ライブがどこにあるのかなとか、そういうのってかなり変更したんですけど、わかりました？しめじー、大丈夫っぽいです。本当ですか。いやー、なんかね、すいません。まずちょっと、いろいろ説明したいなと思って、最初にね、こちらの、告知じゃないんですけど、レイアウトをすごく変えました。で、なぜかっていうと、今ちょうど、ホームページ僕の出してるんですけど、今ライブ中、24時間ライブを、今、ちょうど12時間おきに切らないといけないことが分かったんですね。はい。YouTube って、なんかライブも12時間以上やると。しめじー、サムネで12分の1とあったので見つかりました。サムネで10、ありがとうございます。そうですね。お花、こんばんは。よろしくお願いします。そうですね。なので、なんかもし差し支えなければ、多分、これ見つけにくいと思うので、11時にライブが始まったよっていうとこを見て、このライブが始まったところから来てね、いただいてもいいかなって。じゃないとあれじゃないですよ。大変じゃないです。この通知なんかやってたら、大変ですよね。すごくちょっと最初に変更して思いました。で、このライブについて最大のお話は、ここにね、木曜土曜ライブっていうのを作ったんですけど、ここ、新しい順にしないといけないですね。これなんか人気順にしちゃったので、ここも探せなくて。ところでオーディブルライブは著作権大丈夫ですか？一応ね、今んとこね、大丈夫なんです。よく気づきましたね。そう、これですね。はい。なぜかというとちょっとずるいですけど、バックミュージックを流している関係で今のところ、もしこれダメだったら、来るので、オーディブルのところからとか。なので、とりあえずは今、そう、これも今実験してて、1週間ぐらい大丈夫だったので、一応、サムネをこう変えてね、今、ちょうど清水さんから指摘があったのであれですけど、この24時間ライブをやった後に、アーカイブ放送っていう形で、これ、サムネイルを変えて、オーディブルの形にしてます。はい。できるとこまでね、やって、音だけ出すと多分アウトなんですけど、バックミュージックを流してるので、アルゴ的に今んとこ引っかかってないという、そういう感じです。ちょっと裏技っぽくてあれですけどね。はい。なので、一応、経済の関係とかいろいろ聞きたいなと思うものは、ここに、できるとこまで。もしこれでね、アウトになったら、削除したりすると思います。はい。今のところは、はい、こんな感じで、1日2つぐらい出してます。で、そう、この生ライブをね、どうやってね、皆さんにわかるようにした方がいいのかって、この今後のライブっていうやつを出した方がいいのかとか、ちょっと考えたんですけど、なんかわかりにくいですよね。はい。今後のライブっていうと、あとここ。今日お話しします、FP 資格講座、ファイナルシャンプランナル講座ですね。ここ、もう毎週土曜日、設定するような形になってます。ちょっと奥の方ですけどね。またパソコンでこう見ていただくと、一覧でね、
できるようになっております。はい。ちょっと生ライブはね、本当に、申し訳ないですけど、木曜日と土曜日の11時からっていうのを知っといていただくだけでね、ああ、ここでライブやってるわって言って入っていただいてもいいかなと。予約で入るのはね、やっぱきついなって思います。こんな僕は言い方するといけないですけど。またなんかわかるようにできればいいんですけどね。はい。すいません。ということで、かなり、レイアウトを変更して、多分ね、ちょっと登録者数が減ったのは多分いろいろ設定があって、通知がいっちゃってたんじゃないかなと思って、それで、僕の方でもちょっと書いておきました。はい。はい。ということで、これから、まあ、やれるとこまでね、なんか、こういうチャートを出しながらオーディブルも出していきたいし、まあ、自分の勉強のためにもね、いいかななんて思っています。はい。だいたいオーディブルはね、6時間から10時間ぐらいの内容のものを、載せていっています。はい。またなんか気になるものとかね、あったら、これ長いのでね、見てられないと思うんですけど、こういう、もし興味のあるものがあったらね、見れるときにぜひね、見てください。それで、また清水さんとかまた、もしよかったら音量とか、なんかあれば、言ってください。バックミュージックはね、ちょっと流さなきゃいけないみたいなんですけど、またなんかこう、レイアウトのこととか何かあったら、教えていただけたら嬉しいなと思います。今、とりあえずこう、今週ガチャガチャやってる感じですね。はい。それではですね、今日の内容ですけど、先日もちょっとお話ししましたように、こう話の、お金の勉強してる話の流れの中で、FP 講座というか、ファイナルシャルプランナーっていうものをちょっと調べようかなと思って、今週結構調べていたら、俺は、ありがとうございます。すみません、いつもディレクターみたいな役割させてます。それでこれは FP 講座を皆さんで一緒に、まあ僕が勉強したいんですけど、勉強していけば、これ今年、こういったお金の勉強していく中でファイナルシャルプランナーの勉強していけば、かなり今までやってきた株式のことや、税金のことや、まあ、不動産のこととか、それから相続のこととか、いろんなものがね、入ってたことが分かりました。なので、今日その紹介をするとともに、これからね、一緒になってこう勉強していけば、お金の勉強もできるし、ファイナルシャルプランナーという資格も取りやすいんだなっていうのがすごく分かったのでね、今日その説明をね、していきたいなと思います。まあ特集の中でね。はい。それではですね、まず最初に、こちら、今日の、まあ、オーディブルの方、ちょっと紹介したいなと思います。最近おかげさまで教育関係の方は、まあ、順調っていうか、仕事の方をね、もう、冬休み終わって始まって、まあ、忙しく過ごさせてもらっております。順調に毎日やっております。最近オーディブル、僕の方で言ってるオーディブル、流してるオーディブルとはちょっと違いますのでね、見てるものが。で、この、まあ、起こらないことっていう、もの、ちょっと面白かったので、どうかなと思って、読んでおります。それからこのあたりが実は、そう、これですね。ゼロからスタート、岩田美希の FP1 冊目の教科書。やっぱ、オーディブルで一回、ファイナルシャルプランナーの授業の内容を聞いてみようかなと思って、オーディブルってほら、さらっと聞いたときに、もし頭に入るものと、やっぱ頭に入らないものがあるんですね。やっぱこう、小説とか、そういうものってストーリーがあるから、結構オーディブルでこう聞いてても、ずっと入っていくんですけど、これね、やっぱ FP 講座聞いてて分かったのが、興味のあるものと興味のないもの、あんまり知識のないものはね、全然こう言葉が入ってくるものと来ないものがありました。分かりました。だから今回、これだいたい5時間ぐらい読んだんですけど、
FP 講座の。やっぱ株式の話はスーッと入ってきますね。で、一番ね、入ってこなかったのはね、不動産系の話はね、本当に入ってこなかったです。まあ、株式も専門用語が多いんですけど、やっぱり勉強してきたっていうか、こう一緒にね、学んできたので、今日この話を聞いててもスッと入ってきたんですけど、不動産はね、やっぱ僕もともとお家とか興味なかったのかなっていうぐらい、そんなことがあるのっていうぐらいな話です。なので、この FP 講座の中でいろいろ紹介していく中で、これ、得意なもの、不得意なものがあるんだなっていうのがわかりますので、今日ね、その話もね、できるかなと思います。はい。それから、このあたりは、ちょうど、今、24時間ライブの方で、オーディブルで流してるものを、ちょっと、どんなもんかなと思って、ポートフォリオじゃないですけど、お気に入りに入れました。なので、このあたりは、まだ読んではなくって、オーディブルで流してるだけですね。はい。ここら辺ずーっとそうですね。はい。なので、こちらの方はまた保存ね、して、録画しておいて、いつか読めたらいいなと思ってますので、これはいいです。とにかく今週はずっと、FP 講座について、いろいろ勉強して、オーディブルで、この、人も確か山下さんっていう女性の方も、FP 講座の勉強。これも正直 FP ラジオっていうのもそうですね。本ではなくちょっとラジオ的な感じなんですけど、ここら辺のをちょっと読んだり、聞いたりとかしています。はい。今週はもう FP 講座の勉強でしたね。オーディブルは。はい。ということです。それではですね、早速なんですけど、今日、まず、最初から、クイズの方からいきますわ。ほい。株トレの方からじゃあ、早速ですけど行きましょう。では、参りますよ。今日1問です。もう、35番ですね。問題の方は。じゃあ、問題の方ちょっと読んでいきます。電気が。はい。見えますかね？大丈夫ですかね？少しずつこうずらしていきますね。じゃあ、チャートの方を出していきます。なんか今日でかいな、これ。ちょっと読んでいきますよ。愛社は4ヶ月ぐらい前に何らかの買い材料が出て株価が急騰しました。ただし、上昇ピッチが早すぎたことから1600円まで上昇した後、ここですね。上昇した後、景気確定売りで一時期1320まで、反落しました。ただし、そこでは、おしめ買いが入って1500まで反発しました。しかし、そこでは、戻り売りが出てまた反発しました。その後、1320、この節のとこですね。1320から1500までしばらく推移をしていました。激しく乱高下した株価も、徐々に値動きが小さくなってきました。見えますかね？売買高もこんな感じですね。はい。さて、ここでは、売りか、買いか、様子見か、今のこのとこね。どうしますかという。今日は3択ですね。売りか、買いか、様子見ですね。このチャートを見て、売買高と、今だいぶおとなしくなってきたという状態。はい。どうでしょうか？今日の材料で、今日のね、35番の題名がね、急騰後の揉み合いという風になってます。はい。売りか買いか様子見かです。いかがでしょうか？今日は難しいですかね。3択です。東雲さんは今週は夜勤かな多分。お花、売ります。あ、そうですか。はい。シメディ、
売買高が落ちているので売りに1票。なるほど。売りできましたね。じゃあ今日は2人なので早速ですけど、じゃあ行きたいと思います。答えは、ドン。もう、正解です。35番、売りです。はい。じゃあちょっとこのチャートの方見えますかね。これから、解説の方を見ていきますね。アイシャは4ヶ月前に買い材料が出て、株価が急騰しましたが、上昇ピッチが早すぎて、ここね、早すぎて、1600円から1320まで反落しました。その後1600円の、ここが上値抵抗線になってるってことですね。で、1320がここが下値支持線。まあ、レジサポラインですね、ここが。レジスタンスとサポートですね。はい。ということで、三角持ち合いを形成、これか。三角持ち合いを、形成しました。しかし、売買高がここですね。清水さんの言うように、どんどん減ってきて、下値を、ここ、ちょっと切ってしまいました。これ見えなかったですね、これ。1320からちょっと切れてたんですね、ここ。見にくいですよね、これ。ここ、点々点があればより分かったんですけどね。はい。1320からちょっと割ってしまいました。これを何を意味するか、考えてくださいと。4ヶ月前に出た買い材料が、時間が経過しているうちに、大した話ではない。と、評価が下がったか、あるいは4ヶ月の好材料を打ち消すような悪材料が出たのかもしれません。ということで、この売買高が減少したのと、この1320のレジサポートラインを切ってしまったっていう理由で、売りということになります。いやーもう、さすがですね。はい。ということで今日は、1問だけ、すいません。今日結構 SP 講座の話がね、大きいですのでね、これぐらいにしたいと思います。それでは次、これですね。株価チャート大全の方行きたいと思います。そうだ。先にちょっとお二人に聞きたいと思うんですけど、ファイナルシャルプランナーっていう名前自体は、お二人は聞いたことはある？それか何か知ってることとかってありますか？ポストプライムでそういう人がいるよとか、あとなんか本は見たことあるよとか、確か、しめじさん簿記は3級持ってましたよね。はい。聞いたことあるぐらいとか、ですかね。なんかこういう、ファイナルシャルプランナーについて何か知ってることとかあったら教えてほしいです。どうでしょうか？先にちょっと振っちゃった。どんな感じですか？ちょっとその間に、お茶をちょっと。すぐにこうなんか振られると大変ですよね。喋ってた方がいいのかな。ちなみに、濃いお茶を生徒から1ダースお年賀でいただいて、最近ずっと、濃いお茶をずっと飲んでますね。家計関係のお金管理ですかね。ファイナルシャルプランナー、そういうイメージなんですね。なるほど。はい。お花さんとかどうです？お花、はい。銀行員証券マンは持っていて名刺に書いてあります。そうなんですね。銀行員はみんな持ってるんだ。なんかそういえば、大学4年生で銀行に内定した子も、ファイナルシャルプランナーは勉強しとけって言われてなんか資格を取ったっていう大学生がいた気がしました。あと、保険屋さんも保険屋さんって言うんです。もう、持ってる人は、こんな言い方言うね、保険のおばちゃん持ってるか知らないですけど、保険をちゃんとちゃんとっていうか代理店とかでやってらっしゃる方とかもしかしたら持ってるかもしれないですね。はい。なるほど。そういう感じですね。はい。では、今日はね、そんなところで、この、ファイナンシャルプランナーもね、実態をね、ちょっと、
話をしていこうかなと思いますね。いつになくコメントを入力してから認識されるまでのラグが長いですね。あ、本当ですか。あ、もしかしたらこれ、あれかもしんない。すいません。ちょっと待ってください。あれどうしたっけ？遅延の関係が、これもうできないんでしたっけ？あ、俺もしかしてライブの設定の低遅延にしてないかもしんない。あれかもしんないですね。すいません。もしかしたら、あれ、これを、で、今、直せるのかなこれ。低遅延に。あれこれ直せないのか。やってしまったかも。配置の設定。あ、これか。お花、やはりそうですね。あ、直せねえわ。あ、遅延が、そうか、直すとかなきゃいけないですね。すいません。今日もしかしたら、ちょっと、ラグが長いかもしんない。設定が僕24時間ライブ用の設定でしちゃいました。もうこれ直せないんですね。ああ、そういうことですか。すいません。こういうことがね、あるといけないので、また予約するときちょっと気をつけなきゃいけないですね。はい。これ逆に超低遅延にしちゃうと、あれなんですよ。今度はカクついちゃうんですよね。だから低遅延が良かったんですけど、今日ちょっと時間かかるかもしれないですね。まあ、ね、こうやって今日お二人なので、なんて言うんですよ。ぼちぼち、ゆっくりめでやってきますよ。ね。はい。すいません。あ、こうやって次回以降で設定ですね。そうですね。ほんと助かりました。こうやって言ってくださると気づかないので、ああ、そうか、とね、いつもの感覚より遅いんだっていうのわかりますもんね。はい。はい。それでは、ちょっと遅延しながらで申し訳ないですけども、こちらの方行っていきたいと思います。ぼちぼちけながに W。ありがとうございます。はい。ですね、今日は、まあ、前回この、株価チャート大全の方は、ありがとうございます。なんだっけ、坂田五法っていう中の、これは今回は三平、トレンドの初期に出る三平という言い方。上昇局面は赤三平。下落局面は黒三平というらしいですね。はい。ちょっと皆さんの方はこちらの図を見てもらいながら解説を進めます。見えますかね。はい。チャートの方は日本電産の週足チャートになってます。で、三平というところをちょっと見てきますね。三平とは、3つの連続した窓を開けないロウソク足の形成のことで、通常、陽線のみで形成される赤三平。これですね。はい。と、陰線のみで形成される黒三平。黒三平ちょっと今ないですね。の2つで分けます。赤三平が出現で注目したいのは、底根、ここね。底根から反転する場面で出現するシチュエーションですって。底根で揉み合って上昇してった時にここに陽線が3つ出たっていうのを赤三平っていうらしいですね。はい。で、上昇トレンドに変化していく初期の段階の動きを示しており、買いのサインと言えますと。みんなね、どうしてもこの下降トレンドから転換した初動を取りたいと思うんですけど、まあこれ、見方によっては、上昇揉み合った後のネックラインで見て、そこから上値を取るなんていうのかな、順張りっていうんですかね。はい。逆張りっていうのは低いとこで買って、もっと下がってくるかもしれないところで買うのを逆張りって言いますよね。だから上昇トレンドのトレンドに乗るっていう意味で順張りと言いますよね。はい。この三平が出たところで買いのサインかなというふうに言ってます。
で、次、ここ、高値圏の赤三平、安値圏の黒三平のは、相場の終わり、終盤を示しているということですね。逆に黒三平は、相場の天井から下落トレンドの転換を初動のサインと、なります。特に下から買って、含み益で出ている状態で押し目を待ってさらに、利益を伸ばすかどうか悩んでいるような場合、黒三平が確認できたら利益確定と行う判断を活用します。ここ黒三平、この陰線が3つ出てるところ、ここですね。ちょっと見にくいと思いますけど。はい。このところ、高値圏で3つ陰線が出たところ。はい。はい。また、黒三平、赤三平、どちらにも言えることですが、トレンドがある程度進んだ状態ではむしろ相場の終盤である可能性が高いので、安易に売買サインとして捉えない方がいいでしょう。まあ、そういう形ですね。はい。これちょっと書いてありますけど、図の中で。安値圏で安値の更新が何度か否定された後に赤三平が出た。トレンドの初期の段階ですよっていうことですね。はい。プロのアドバイスってとこ書いてありますね。見えないかもしれないな、そっちだと。同じ赤三平でも安値圏で出るか高値圏で出るかでその後の値動きが変わるので、出る場所に注目しよう。ということで、さっきのここ見ていた下落トレンドかなと思って転換したところで、プラス、陽線が3つ出てるこの位置ですね。はい。これが多分逆にトレンドが終わり、上昇トレンドが終わった時にこの陽線が3つちょんちょんちょんと出てもあんまり意味がないと。そういうことを言ってるんです。逆ですね。今度高値圏で出た時にちょんちょんちょんと陰線が3つ出たこの形はトレンドが終わるんではないかなという話ですね。はい。はい。じゃあ、次行きますよ。次がですね、三空っていうものかな？俺これ、読み方が知らないですけど、三からは売り、三空って書いてありますね。三空と呼ぶみたいです。じゃあ、皆さんはこちらの、図を見てください。これトヨタ自動車の日足になります。はい。ここね。この形ですね。ちょっと読んでいきますね。窓開け。この窓開けっていうのは三空と呼ばれており、渦のような3連続で窓を開けている、パターンのことを呼びますと。こんなのあんま見ますかね？こんなに3つも窓開けたり見るかな？窓開けについては、基本上昇局面に出ると上の勢いが強く、下落局面では、下方向の勢いが強まるサインとして考えていますと。ただし、三空は売りという格言があるように、三空の場合は逆に上昇局面ではもう売りですってこれ。はい。下落局面では買いを示すパターンです。これ珍しいですね。三空って。はい。で、上昇局面で三空が出たら利益確定を考えましょう。これ今日ちょっとすいません。なんかこの三空についてはなかなか事例のチャートを出せないかも。あんまり見たことないんですよね。ただ、株だと ありそうですよね。だって、取引時間が朝9時から3時半とかじゃないですか。で、次の日にまたパーンと上がったら、ここに窓開け入りますもんね。これが3連続ですもんね。はい。続き読みますね。そもそも窓開け自体がその方向に、注文が集中していることから勢いが強いと判断しますと。ただし、それが3回も続いているということは、窓開けした方向に売買のバランスが過度に偏っている。そうですね。
ということを示しています。となると、上方向の3空であれば、買いが買いを呼ぶっていうことで、売り手が急激に少なくなり、利益確定の売りが徐々に増えていくことで、下げが意識されやすくなります。はい。これもしかして売りが、買いが買いを呼ぶっていうことはロスカットされてる人もいるから、こうなっちゃってるかもしれないですよね。売りを仕掛けてる人がもう、なんていうの？信用取引とかやってる人は、もう、ロスカットされて、ね、買い戻されちゃいますので、それもあるかもしれないですね。現物だとないですけど、信用取引の場合でもありますよね、これは。はい。買いが買いを呼ぶと。で、そうした下げに巻き込まれないためにも、相場で3空が確認できたら早めに、利益確定するといいでしょうということですね。一方、下落局面で、こうね、3空が出た場合、相場が底打ちするサインでもあります。以降の動きを見つつ、買いエントリーの、判断材料とするといいと。今回のこの3空は難しいと思います、本当に。なかなか出てくるかどうかもわかんないし、逆張りですからね。これ、だって、上がりすぎたっていうことで利益確定しようっていう動きですもんね。逆張りっていうか、上がってきたら売る。これが逆で、下落局面で3空が出たら今度は買いのサインっていうことで逆ですからね。はい。ここにちょっと書いてありますね。プロのアドバイスってとこ読みますね。買いでポジションを持っている場合は、利益下げに巻き込まれないように3空が出たら早めに利確しましょう。ということになっています。あ、3空じゃないですけど、今日の仮想通貨がちょっとこんな動きはしていましたね。また今日ちょっと見ていきたいなと思います。あ、もうちょうど11時半になりましたね。はい。それでは、ここから、ちょっと相場の方をね、確認していきたいなと思います。はい。わ！ 11 時半スタートしてドル円がギャーッと下がってますよ。ドル円だけではなくて、すべての FX がこれドル高になっ、ドル安になってるってことか。ポンドも5ドルもニュージーもフランもみんな下げてますもんね。これドルがなんかあったってことですよね。ドル円が130円まで一旦129まで落ちました。円高ですね。はい。ごめんなさい。ドル安になりますね。これ全ドル安ですね。はい。もう同じような動きしてますよね、みんな。これ。明らかにドルの影響ですね。はい。じゃあ、日経見てみましょう。今日の日経は、まだ穏やかっていうか、26,449 であんまり動きがなかったです。ただ、CFD はアメリカ相場と同じように下落が続いていますので、明日は下落して始まるかなっていう感じですね。26,100 まで落ちてます。日経の方が。はい。次。じゃあ、注目の、はい。スタートしたところですね。ダウもナスダックも、今スタートしたばっかなので、ちょっと何とも言えないんですけど、先物の方を見てもらうと、今日、ついに SP500 が4000の大台に乗りましたよ。はい。今でも4000の大台まで乗ったんですけど、アメリカの相場は、下げスタートです。なので、SP500 が今3960になってますね。はい。でも4000近いですね、SP500 が。ここずっとちょっと良かったですよね。アメリカ相場が。ナスダックが、今ちょっと下げてますけど、先物の方が 11,484 ということで、ちょっと今日下げるかどうか。この2年債どうなんだ？米国の2年債が 4.15 なので、下げてますね。
もしかするとこの金利で下がってきてるので、半導体プラスになってますね。ナスダックももしかすると巻き返すかもしれませんけど、何か大きい株が下がってきたり、大型株でなんか落ちてるものがあればあれですけど、もしかしたら戻すかもしれませんね、これ。今、プラス圏に持っていくかもしれない。こんだけ金利が落ちると。やっぱり、ハイテク中心のナスダックは、この2年債と反比例というか、こっちが下がれば、上がる傾向はあるかもしれないですね。10年債が 3.5 ですね。はい。じゃあ、世界のとこ見てみましょう。中国、最近中国いいんですけど、今日はあんまり動きがなかったです。香港が気がつかないうちにもう 21,500 まで戻してきました。じり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 と。はい。インドは変わらないですね。あんまり動きがないです。東南アジア今日あんまり変わりません。インドネシアずっとここ1週間悪かったのをちょっと戻してます。ヨーロッパの方ですけども、そんなに動きが今日はないですね。ただ、気がついたかわかんないですけども、ドイツのダックスがついに 15,000 の大台まで乗りました。はい。で、ユーロももう 4,100 まで、セレッとヨーロッパが上がってきてます。で、イギリスも 7,700。あ、ちょっといいですかね。これちょっと、イギリスの 7,700 は、もしかしたら、あれかもしんないです。今日ちょっと出してなかったです。このチャートの方を。すいませんね。まったりで。イギリスの 7,700 は大台に乗ったんじゃないかな。はい。はい。こちらの方がイギリスの、100のチャートです。日足になります。あ、やっぱりですね、このレジサポラインが 7,600、ここの紫の線。チャートの節ですね、今日、よく出た。これ抜けましたね。ついにイギリスが。はい、抜けちゃいました。バンといってますね。これはでかい。これこそ、もう、買いだってみんな言ってるとこですね、きっと。はい。ここで買ってる人いるかもしれないです。イギリス超えましたね。で、ちなみに、さっき言ったユーロも見てみましょう。あ、ユーロも 4,000 のこれ。紫のここを、チャートの節にしてますけど、この、レジスタンスを抜けて、上値 4,000 を突破しました。SP500 より早かったですね。ユーロ 4,000 到達したのが。だって、3,200 ですよ、ここ。だからもうユーロ回復早かったですね。4,100。わかりやすいですよね。だって SP500 がまだ 4,000 うろうろしてるのにもう、ユーロ回復しましたね。はい。あと、ダックス。ドイツですね。これも見てください。ドイツも 15,000 のこのサポートライン、を超えました。しれっと、ね来ましたね。ヨーロッパが。みんな、しれっとどっかで買ってたのかな。でも、ここなかなか買えなかったと思うんですけど。はい。でも11月はずっと上がってたんですけど、みんなここで今、と持ってるかもしれないですね。ユーロ、イギリス、ドイツ。はい。という動きはありました。じゃあ、また戻って、今度はコモディティ行きます。そう、ゴールドもえらい上がってきてて、気がつきゃもう 1,900 の大台まで来ちゃいました。あ、ゴールドも見ていいです。ゴールドもちょっとおかしいんですよ、動きが。これ。はい。ゴールドももう 1,800 で思ってたんですけど、あれよあれよで、もう 1,900 の大台まで行きそうです。早かったですね、これも。どうなっちゃうんだろう。最近のゴールドもなんでこんなに上がるのか、不思議です。
シルバーも見ますね。シルバーの方がゴールドよりもちょっと先に上がってて、今ちょっと高値で揉み合ってる状態です。はい。ゴールドが2000までいったら、あれですね。すごいですね。はい。今日は、そんな動きで、ゴールドがこう、右肩上がりで上がっていて、シルバーも反転して、マイナス圏からプラスに移動しています。原油も上がってます。はい。で天然ガスが 3.4 まで下がったんですよ。もうびっくりしました。で、これなんか、狂ったようにまた天然ガスが今日プラス 7% ということで上がってます。はい。いくらなんでも 3.4 も安すぎでしょう。と思いました。はい。原油はちょっとね、あとソフトコモディティがちょっとヘンテコリな動きをしてますけど、これ多分そこまで、まだ下降トレンドになってないというか、下落トレンドになってくれるといいなと思ったんですけど、大豆だけちょっと跳ねちゃいましたね。コーンもじりじり下がって620まで来ればいいんですけど、はい、そんな感じです。はい。あとちょっと仮想通貨見ますね。そう。このね、今週になってね、仮想通貨がね、えらい上がってきたんです。なんでしょうね、これ。何かあったんですよ。ニュース見てる感じではちょっとわかんなかったですが、ビットコインとイーサリアムが、ブレイクしました。久しぶりちょっとこれ見ますか。仮想通貨なかなか見ないですもんね。ビットコインちょっと見てみましょう。ビットコインの日足です。見えますかね。こんな感じです。ここがダブルボトムになっていて、1万6000ドルぐらいを揉み合っていたんですけども、今週からね、ダダダダダーっと、1、2、1、2、3、4、5連続陽線。で、この、サポートラインで1回、ちょっと矢印出しますね。ブラシ、印。これか。ちょうど今、このラインで18,400ドルのところで、ちょうどここね、節目があって、ここ1回上がったんですけど、ここで売られて戻ってる。今、ヒゲのようになってますよね。はい。けど、わかんないです。まだ今一旦下げて調整してますけど、これぶち抜くとちょっと面白くなります。はい。仮想通貨がちょっと面白いとこに来ています。今。ここぶち抜いたら、すごい下げてるとこなので、次のサポートラインがここですので、2万ドルですから、久しぶりですね。テクニカル上の話だけなのであれですけど。はい。ということで、久々、ちょっと仮想通貨のね、テクニカルを見てみました。はい。SP500。今日の。まだ出てないわ。1時間のこれ。真っ黒ですね。出てるかな？まだ出ないですよね、これ。まだごめんなさい。出ないですね。今日まだ。はい。じゃあちょっとまだわからないので、ここをまた、いつかやれたらやります。はい。それではですね、お待たせしました。今日の、メインイベントの方入っていきたいと思います。まず最初にですね、動画を見ていただきたいんですけども、この人、ファイナルシャルプランナーは最低で最高の資格、皆さんにお勧めしたいですっていう、お話になります。ちょっと、この方がファイナルシャルプランナーの1級持ってる方かななんですけど、何がこの資格がいいかっていう話をちょっと聞いていただきたいなと思います。もう住宅 FP の関根です。本日のテーマはこちら。いくつぐらいの僕と最低で最高な同じぐらいですかね。皆さんにお勧めしたいです。
世の中には国家資格、民間資格といろい僕よりろな資若いのかな格がありますが、その中でも根強い人気を持っているのがファイナンシャルプランナー。私自身はお金に関する知識を深めたいと18年前に取得したんですが、当時から資格の中では人気があり、また今でもその人気は続いているようです。ただこの FP 資格、人気がある一方で役に立たない資格の代表のようにも言われておりますが、実際のところどうなのでしょうか。 FP 資格所有歴も長く FP を職業にしている私が FP 資格が最低で最高な理由を解説いたします。 FP を職業にしている人。結論からいきたいと思います。ファイナンシャルプランナー資格というものでお金を稼ぐことはできませんが、一方でこの資格を持っているとお金で損をする可能性を下げることができます。この資格が最低な理由は、ファイナンシャルプランナーの国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士の最初に取る3級試験に関して言うと、わずか3ヶ月から半年という短期間で誰でも取ることができる資格です。そんな短期間で誰でも取れる資格でお金を稼げるはずがありません。一方で最高な理由は、お金に関する幅広い知識を得ることができるため、人生という長いスパンで考えた場合においてお金の面で損をする可能性を下げることができます。お金というものは誰にとっても大切なものなんですが、そのお金に関して幅広い知識を持つことができる最高の資格です。つまり仕事として考えると、こんな誰でも取れる資格に価値はないんですが、一方で純粋にお金の知識全般、マネーリテラシーを得ることができるので、人生においてお金の面で得することが多くなると言えます。細かく見ていきます。ファイナンシャルプランナーが最低な理由は何といっても業務独占資格ではないということです。例えば医師、歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士などは業務独占資格といって、この資格を保有していないと行えない仕事になります。医療行為をしたければ医師国家資格を所有していなければいけませんし、税金相談で人からお金をもらうためには公認会計士や税理士資格を保有していなければいけません。一方ファイナンシャルプランナーは違います。ファイナンシャルプランナーが通常行う業務に関して、この FP 資格を持っていないとできないという業務が存在しません。それではこのファイナンシャルプランナーの国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士とは何なのかというと、名称独占資格になります。つまりファイナンシャルプランニング技能士という資格を持っていると、ファイナンシャルプランニング技能士ですと名乗ることができるだけの資格になります。さらに言うと、このファイナンシャルプランニング技能士という名称はファイナンシャルプランナーという名称とは別のもの。つまりファイナンシャルプランニング技能士を持っていなくてもファイナンシャルプランナーと名乗ったとしても法律上問題はないと言えます。ただこの場合、国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士の資格を持っていないのにファイナンシャルプランニング技能士ですと名乗ることはできませんが、これが名称独占資格です。またこのファイナンシャルプランナーを職業とするのもお勧めしません。理由は稼ぐのが難しいからです。ファイナンシャルプランナーとして独立している独立系ファイナンシャルプランナーの平均年収は300万円から400万円と言われているんですが、私も長くこの業界におりますので、周りを見ていると確かにそれぐらいの年収が平均だと思います。2020年9月に国税庁が発表した民間給与実態調査によると、民間企業に勤める平均年収は436万円となっている中、決して稼ぎのいい資格だとは言えません。ただネットでこのファイナンシャルプランナーに関して調べてみると、ファイナンシャルプランナーは稼げる、年収1000万円も夢じゃないといったサイトを見ることがあるんですが、そういったサイトは大抵ファイナンシャルプランナーを取るための講座を提供している会社だったりします。もともとのキャリアとして専門的な知識を持っていない人がわずか1500円の本を 1,2 冊買い、数ヶ月間の勉強で9000円払って試験を受ければ取れる資格を使いお金を稼ぐことなんてできません。仮に最初に取るファイナンシャルプランニング技能士3級を取ったとしても、この程度の資格だと履歴書にすら書くことができません。もし皆さんが英検3級を持っていたとしても履歴書に書くことってないですよね。それと同じです。ただこの資格も2級1級と進んでいくんですが、1級まで取っていただいた場合には履歴書に書くことももちろんできますし、それなりの評価を受けることはできます。次にファイナンシャルプランナーが最高な資格の理由です。ここですね。なんといってもお金に関する幅広い知識を得ることができるという部分につきます。これらライフプランニング、社会保障制度などから始まり、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、これは生命保険です。不動産取引、相続、事業承継と幅広いお金の勉強を行うことができるため、長い人生いろいろな場面において皆さんをお金の面で助けてくれます。ここで皆さんに質問です。例えば皆さんは年金を受給したとします。年齢にもよりますが、通常65歳から受給することになる老齢基礎年金、65歳よりももっと早く受け取ることができる繰り上げ受給と、65歳よりも遅く受給してもらう繰り下げ受給という制度があるのってご存知ですか？
ネットで調べていただければ情報はたくさん出てきますので、ここでは詳しくやりませんが、繰り上げ受給の場合、1年早く受け取ると受給額が年額で 6% 減らされ、逆に繰り下げ受給をして66歳から受け取ると年額で 8.4% 多く受け取ることができます。僕はベスト68知らな歳かったとしても、かなと思繰り上げってます。繰り下げ受給という制度があるのって知っていた人も多いですよね。ああ私の動画は住宅のお金に関する情報を発信しているので、今回の動画テーマはテーマ的に再生数が伸びません。伸びないのを分かっていても配信しているんですが、こんなマニアックなテーマなのにもかかわらず見ていただいている皆様は相当お金に関して深い興味があるか、私を応援してくださっている方々かだと思います。お金に関して深い興味を持っている方でしたら、老齢基礎年金の繰り上げ繰り下げぐらいは常識的にご存知だと思います。ファイナンシャルプランナーってマニアックなのかな。それではここで2つ目の質問です。今皆さんもしくは皆さんのご両親が住んでいるのが持ち家だったとします。そして皆さんもしくは皆さんのご両親に相続が発生した場合の不動産の相続税評価額っていくらくらいになるかご存知ですか？ちなみに私は分かります。なぜ分かるのかというと、住宅 FP だからではないんです。私がファイナンシャルプランナー資格を持っているからです。そうなんですね。この FP 資格を取る際に勉強をし、その手順を知りました。ですので、おそらく FP 資格を持っている人でしたら皆さん計算をすることができます。ちなみにこの計算も簡単で、手順を簡単に解説すると Google で路線数と入力、国税庁のホームページが出てきますので、この中から今で言うと令和元年をクリック、日本地図が出てきますので、ここでは仮に私の出身地である茨城県をクリック、路線数をクリック、市町村が出てきますので、茨城県の大都会つくば市をクリック。ちなみに私はつくば出身ではなく、海沿いの田舎町鉾田市というところの出身です。つくば市のここでは仮に梅園2丁目をクリックと進んでいくと路線数というものが出てきます。この路線数の中から対象の不動産を探していき、記載されている路線価を物件の面積でかけて割り出します。そしてこの計算ができると相続の際得をすることがあります。昔に比べて現在は相続税における基礎控除額が大幅に減らされてしまっており、不動産の所有者が万一お亡くなりになった時、その家や財産をお子様など誰かが相続した場合、多くの相続税がかかってしまうこともよくある話です。相続税は日本における税金の中でも特に負担の大きい税金。できることなら払いたくはない。でも脱税をすることはもちろんできない。ただお金の知識があると脱税ではない合法的な節税をすることができます。例えば現在は合法的な贈与というものが何種類もあります。通常の年間110万円までの歴年贈与、相続時生産課税の特例、住宅資金贈与の特例、教育資金贈与の特例、結婚子育て資金贈与の特例など、こういった制度を賢く使うことで無駄な税金を払う必要がなくなります。支払う税金が減れば相続人であるお子様も得をしますし、財産を残すこの人めちゃくちゃ喋りがうまいな。作った資産を多くの税金としてでもちょっと編集してる感はあるな。お子様に財産を承継させてあげること間ができ、間を切って両ますね。者にとって得と言えます。つまり FP 資格を持っていると YouTube はご自身やご両親の相続財産の計算をすることができます。その結果、相続が起こった場合の相続税の総額とその対策を事前に練ることができます。それを前提としては効率的かつ合法的な贈与を行うことにより余計な相続税を払わなくて済むということになり、FP 資格持っててよかったとなるわけです。ちなみにこの話の内容はこちらの動画、親からの贈与はこんなに得、親にとっても得なんですで詳しく解説をしておりますので、ぜひご覧ください。下にリンクを貼っておきます。またこういった事例もあります。こちらは実際にあった話、私のお客様の話です。とあるお客様が儲からないワンルームマンションを購入してしまったんですが、毎月収支がマイナスで現金の持ち出しが発生する。今後持っていても損しかないだろうと購入から早い時期において売却を希望したんですが、物件の賃貸管理を外したくないワンルームマンション業者は、購入から5年以内の売却は約 40% の税金がかかるので損ですと言ってきたため、一度は売却を諦めたという人がおりました。ただこのワンルームマンション業者の話、嘘ではないですが本当のことも話していません。嘘はついていないんですが、業者にとって都合のいい表現になっています。それどの部分を話しているか分かりますか？これもお分かりの方も多いと思いますが、不動産というものは取得してから5年以内の売却において税率が約 40% と高いというのは本当の話なんですが、それは儲けが出ている時のみの話です。例えば購入金額2000万円に対して売却価格が2100万円だった場合、100万円の利益が出ますので、この利益である100万円に対して約 40% の税金がかかるということになります。
ここ数年で東証ワールドマンションを購入した方々は物件が上がりきってしまった高い価格で購入をしています。そのため例えば2000万円で購入した物件が1700万円で売れた場合には大きな損失が出てしまい、こういった場合にはそもそも利益が出ていないため税金がかかることはありません。ワールドマンション業者とのやり取りで購入から5年以内の売却は 40% の税金がかかるので損ですと言われたとしても、それって利益が出ている場合のことですよねと言えたとした場合、おそらく業者は罰が悪そうな対応を取るんでしょう。そしてそんな時に思うのは、やはり FP 資格持っててよかったとなるんだと思います。これらはほんの一例です。人生は長く、その長い人生においてお金と深く関わっていかなければいけないんですが、現在の日本における教育環境はお金に関して学ぶ機会がありません。そんな中、そのお金全般の知識を学ぶことができる資格というものが FP 資格です。この資格でお金を稼ぐことは難しいですが、お金に関する知識を高めることにより、人生という長い期間においてお金の仕組みを理解し、コントロールをすることにより、しっかりとした安全な運用でお金を増やし、合法的に無駄な税金を支払うことなくお金で人に騙されることがない、そんな人生に導いてくれるのがファイナンシャルプランナー資格、生きていくための最強資格だと思っています。いや、うまいなこの人説明が。その資格はわずか1500円の本を 1,2 冊買い、数ヶ月間の勉強で9000円を払うだけで取れるって、やはり最高じゃないですか。動画のご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただきました。はい、ということで、うまいですね。1500円で、多分、券が9000円かかるのかな。で、年に3回ということで、最低で最高の資格っていうのは、で、ちょうど僕らの、こういうトレードとかもそうですけど、ちょっと中高年で50、60、70となっていくときに、この年ぐらいでこういうファイナンシャルプランナーの勉強ってちょうどダイレクトにいろんなものがお金、相続もそうですし、年金もそうですし、若い時より今の方がもしかしたらすごく実際にためになるんじゃないかなって思うんですよ。だから僕思うのはまず、資格を取らないにしろ、このファイナンシャルプランナーの勉強をすることで、なんて言うんだろう。これから起こり得ること、株で儲けてっていうだけじゃなくて、相続があったりとか、お家を、売却することがあったりとか、ね。でいろいろ局面出てくるじゃないですか。で、その時に知識があった方がいいわけじゃないですかね。本当自分の、これからの、生きていくために必要な知識じゃないかなって思いました。今までは避けてた部分もあったんですよね。めんどくさくて。この方がね、すごくわかりやすくね。そういうことは税理士さんに聞くものかと思って今だが FP で良いのですね。そうですね。そうそう。だからわからないことは、税理士さんに聞けばいいわって思ってたとか思うんですけど、今のでも十分ね、私たちのこの、ファイナンシャルプランナーの勉強だけでも、ある程度、お話がしやすいしね、できる。全部確定申告も、はい、全部ぶん投げればいいやっていうわけじゃなくて、ある程度の知識あると違いますよね。はい。結構、相続ももしかしたらね、自分たちで解決できる可能性も出てくるかなと思いました。はい。ということですね。残り時間で、こちらの方をね、ちょっと、すいません、この関根さんって方ね、本当にありがとうございました。これ見てて、なるほどなってすごく納得させられました。勉強になりました。それではですね、この実態というか、これから、この本を買ったんですけども、本がですね、これちょっと待ってください。これの次か。はい。FP の3級の本が、いろいろ探してですね、ここ、YouCan の本を、使っていこうかなと思います。何個かあって、この FP3 級の教科書っていうのも良かったんですけど、僕もこの YouTube ライブで一緒に勉強していこうかなと思った時に、
何冊か見た中でこの UCAN の FP3 級基本テキスト。こちらの構成が良かったので、今回採用させてもらいました。じゃあ、この中のことについてちょっと紹介していきたいなと思います。はい。まず1番からですね。ちょっと字が今回多いですけど、いろいろ読んできますので、ご了承くださいね。ちょっとここにあるかな。見えますかね？こんな感じです。今ちょっとこの、付箋っていうか、いつもこうやってやってるんですけど、はい。厚さはね、まあまあ厚いです。はい。なので、一回一回がね、ちょっと時間がかかるかもしれませんけども、しっかりね、読んできながら、問題もありますのでね、ちょっとこれを紹介していきたいと思います。3級 Q&A、FP を初めて受験する人もこれを読めば安心です。資格や試験について疑問をすっきり解決し合格を目指して頑張りましょう。で、日本 FP 協会となんかね、近在だったかな？なんか2つ協会があるみたいですね。ファイナンシャルプランナーには。どちらを受けたらいいのかにゃんなってます。答え。学科試験は共通ですが、実技試験が異なると。実技試験は日本 FP 協会の資産、設計提案業務、それが近在の、個人資産相談業務、保険顧客、資産相談業務の3科目があります。実技試験で何を選択するかを考えて、どちらを合格してもね、資格の価値に違いはありませんということですね。はい。それから次、学科試験と実技試験何が違うのか。学科試験は、丸×式でと3択によるマークシート60問ですね。はい。実地試験は何か具体的な作業をするのではなく筆記試験です。複数の科目があり、そこから申請の際一つを選びますというふうになります。丸×です。なので、今回、こちらの、読んで、また問題を出しますけども、丸×が多いです。前と変わんないですよね。はい。じゃあ次行きますね。実技試験は、どれを受けたらいいかなと出ます。実技試験は、テーマが3種類あって、実質団体も異なります。FP の、知識をご自身の家計に、清水さん書いてましたね。ご自身の家計の改善に活かしたい方、あるいは FP として年金、保険、資産運用、不動産、相続など、顧客の様々な相談に乗りたいとお考えの方は、日本 FP 協会のこの資産、設計提案業務、または近在の個人資産相談業務を受験するといいでしょうということですね。一方、業務として保険を扱う方や保険の関心の高い方は、近在の保険顧客資産相談業務を受験されることをお勧めします。ということは、もし僕らが受けるんだったら、こちらの日本 FP 協会の、そうですね、どっちだろうな。こちら、近在の個人資産相談業務っていうのもいいですね。はい。ということですね。それから、法令基準日って何？それはいつかな？法律は改正することがあります。試験直前、直後、その時期が重なった場合、旧法律、新法律、どちらかを判断する基準がどうしたらいいか。それを迷うことないように定められたのが法令基準日ですと。1月検定と5月検定の場合、法令基準日は前年の10月1日、9月検定の場合は、前の年、同じ年の4月1日となりますということですね。試験出るというと、ちょっと、例えばNISA とかも、4月に変わるじゃないですか。再来年の。そういう時に、多分こういった法令基準日っていうのが必要なので、旧NISAか、新NISAかっていうこともね、出てくる可能性はありますよね。特に不動産はわかんないですけど、この株に関しては、だいぶここ
新しい法律が多いので、古いテキスト使うと、まだイデコもそんなに大した話がなかったりとかはしてるかなと思います。最近の最新の問題集を扱わないといけないなって感じました。ちょっと見たとき思いましたね。はい。じゃあ次行きますね。はい。じゃあ FP3 級の資格についてということです。3級2022年度分、今年度分ですね。受験資格、FP 業務に従事しているものということですね。それから検定料、学科と実技が8000円、どちらか一方4000円。あれさっき9000円って言ってたのにな。8000円になってますね。なんででしょう。まあいいや。申し込み方法、インターネットか郵送。試験日、年に3回、5月、9月、1月。英検と一緒ですね。はい。で、合格発表日が1ヶ月後に出るということです。で、学科試験の方が、近在と、日本 FP 協会共通で、120分で学科試験があるよと。出題が60問で丸×30問、3択30問で合格基準が6割です。受かりそうじゃないですこれ。まあ、これすぐに言っているから。丸×30問。本と合わせて9000円ですかね。うまい。そうか。そういうことか。なるほど。その通りだ。そうですね。これ6割ですね。60問中36点以上で合格です。はい。それから実技試験の方が、近在の方が60分で、FP 協会の方60分。近在の方が事例形式5題あるらしいですね。で、こちらの日本 FP 協会がマークシート20問ですって。なんか、こっちのが受かりそうな気がするけど、どうなんだろう。日本 FP 協会マークシート20問ですって。で、6割です。こっちも、6割なんですね、両方とも。1次も2次も。へー。ということですね。はい。じゃあ次行きますね。3級の FP 技能検定の試験科目。ここ、なんかね、6つのね、項目に分かれてました。A が、ライフプランニングって言いますね。B がリスク管理。C が金融資産運用。D がタックスプランニング。E が不動産。F が相続。という6個になってます。はい。まあ、この6個について、いろいろ聞きますよってことで、これ後でまた話しますね。細かく出てましたので。データ。3級の FP が受かるデータが、2021年が、やっぱり、近在の方は見てください。47.81 しか受かってないのに、日本 FP 協会なんと 83% 受かってますよ。やっぱマークシートだな、これ。83% ですよ。かなり受かってますね。あ、そっか。すいません。これもしかしたら、筆記試験が終わった後、実施試験で受かった合格率かな、これ。あれですよね。二次試験の合格率ですね、これ。びっくりした。そうですよね、これ。だって、これ、近在と、この日本 FP 協会で全然合格率違いますもん。近在っていう方が、だいたい半分しか合格してないのに、日本 FP 協会が8割以上合格してますもん。そういうことですね、きっと。はい。ということで、今、だいたい概要を話しました。まあ、ちょっと試験チャレンジするかまだわからないですけど、一応年に3回あって、6割合格という試験だそうです。うん。でも、1次が受かれば、2次もかなりの確率で受かってますもんね。日本 FP 協会だったら、3級だったら受かりやすいんじゃないですかね。それでですね、これが、この本が、実は32日間で完成という本なんですね。なので、一応、この、講座ですけど、毎週土曜日に、この講座を話をしていこうかなと思います。で、この構成が
先ほど言ったようにこの第1章がライフプランニングで1日目から7日目まであります。特に保険関係ですね、ここは。で、キャプター2がリスク管理ということで、ここも保険関係、ごめんなさい。第1回目のキャプター1はどちらかというと、年金ですね。ごめんなさい。年金の関係です。で、この第2章、キャプター2が生命保険、損害保険とかいろんな保険の関係。いや、ここで俺苦手だな、きっと。ここ苦手です。まず。3番が金融資産。ここは、株式の関係ですね。ここはいいと思います。で、4番、タックスだから税金、所得税の計算です。主に。所得税とかの計算。一部ちょっと、個人住民税とかあります。5番、不動産ですね。いや、ここもどうかなちょっと苦手。オーディブルで聞いてた時、ほんと不動産入ってこなかったですもんね、頭に。はい。で、最後、6番が相続事業継承ということで、相続税とかね、相続の関係の話になります。ここもね、図があると分かりやすい。なんか親戚とか、相続する、継承する、三等身とかあるじゃないですか。図があると分かりやすいかなと思ったんですけどね。はい。どうです皆さん、こう聞いてて、ちょっと、勉強したいなっていう感じにはなります？お花さんとかしむじさんどうですか？興味あるジャンルとかあります？この中で。第1から第4まで。今日それ聞いて終わろうかなと思いますけど。興味のありそうな。一応土曜日すいません。毎週これをやっていくので、32週はやっていくんです。特にここら辺の勉強面白そうだなっていうのはありますか？はい。それか逆に苦手だなとかいうのでもいいです。しめりー、面白そうですね。しめじさんそうなんですね。はい。苦手だなっていうのはどうでしょうか？僕は本当聞いてて、生命保険と、不動産は苦手なジャンルとか、もともとがそこまで興味があんまりなかったとこだったので、知識として入ってきにくいとこかなっていうのを感じましたね。この第2章と第5章かな。お花、相続は今後のために良いかと思います。ここですね。はい。よかったです。最後の方ですけどね。はい。で、ということで、一応、今度の土曜日からお金の勉強を、前あったじゃないですか、お金大全とか。これを、FP 講座っていう形にさせてもらって、で、こんな感じでやります。これ、第1章の、ところです。FP とはっていうところで、字が書いてあって、こんな感じで読んでいって、で、図があるところは図も説明していきます。で、これ、その1個ずつ、後半、練習問題がありますので、一緒にね、練習問題も最後、丸×をやっていきたいなと思います。授業っていうか読み合わせを一緒に15分ぐらいやって、で、間にトレードを入れてって、後半に練習問題をやったことをね、ちょっと復習してみましょうということで読んで丸×したりしていこうかなと思ってます。だいたいね、6問ぐらいありますね。はい。そんな風にね、ちょっと考えてるのでね、僕も頑張って学んでいこうかな。楽しんでね、学んでいこうかなと思いますので、僕わからないものはわからないって言うし、皆さんにも聞くこともあるかもしれませんし、素直にね、これどういう意味だろうって思ったりとかする用語とかあったらね、その場でちょっと考えてもみたいなと思いますので、じっくりね、この本を使ってみんなで、ちょっと勉強していけたらなと思っております。土曜日はそんな感じ。で、木曜日は今まで通り株価チャートとかテクニカル中心の勉強もしていきつつ、相場のこととかもね、やっていけたらなと思ってます。土曜日、相場休みですのでね、ちょうどお金を勉強するにはちょうどいいかなと思うので。で、これ、もし来れない時でも、僕これ、録画してれますので、ちゃんと事業としてね、成立すればね、見に来れるから32回やるわけなので、はい。
自分のためにも、まあ、世の中のお金の勉強したい人のためにもね、なんかこう残していけたらいいななんて思ってます。はい。長くなりましたね。今日もいろいろこう聞いてくださって本当ありがとうございます。すいません、なんか遅延があれしちゃってなかなかね、会話がうまくできないなと思って今日結構喋っちゃいましたけども、はい。また土曜日からはね、こう、遅延を少なくしてね、うまく一緒に勉強できるような感じにね、していきたいなと思います。で、ほんとこのファイナンシャルプランナー、お金に興味なくても、なんていうのかな、勉強したいなっていう方はね、ぜひね、参加してくれたらいいなと思うんです。なかなか、どうですか、マニアックなんですかね。もうちょっとこう、ね、増えてくるといいなと思うんですけどね。はい。まあ、気楽にね、これからもやっていこうかなと思っております。はい。じゃあ、またちょっと土曜日の23時になると思います。第1回目ね、やっていきたい。まあ、最初はちょっと雑談していくので、11時ちょっと過ぎぐらいでも全然結構ですのでね、ぜひね、参加してください。はい。今日はそんなことで、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。では、失礼いたします。